運転スキルを飛躍的に向上させるためには、車の特性を知ることがとても重要になってきます。一見バック駐車とは関係なさそうな車をまっすぐ走らせるということについて考えてみましょう。まずは前進からです。車をまっすぐ前進させるというのは実はめちゃめちゃ難しいんです。運転席から見ると自分がどこに向かって走っているのかという明確な目印が見えないんですね。皆さんは車をまっすぐ走らせるときにはセンターラインまでの距離や路面に書かれている文字を参考に常に無意識で修正を加えながら前に進んでいるんです。ではバックの時にまっすぐ進むための目印になるようなものはあるんでしょうか。もしそんな魔法の目印があればそれを応用して駐車もうまくできるような気がしてきますよね。実はあるんです。ここでバックミラーが思い浮かんだ方、それは違います。よく質問でバックミラーは駐車では使わないんですかという質問があるんですけれども、バックミラーは駐車では安全を確認するだけで駐車がうまくいくかいかないかには全く関係がありません。なぜならバックミラーは車の中央についていて後ろを映し出しているだけなので車の幅を把握することができないんですね。もし今駐車でバックミラーをメインに見ている方がいたら今すぐやめてください。安全確認のためだけに使って他のツールを利用することをお勧めします。他の後ろを見るツール、もう一つありましたね。そうです、サイドミラーです。バックの時の魔法の目印はサイドミラーに映った映像を利用するとうまく駐車ができるんです。例えばこれ、黒い車の右サイドミラーを除いた映像です。自分のボディが映っていてその先に後ろの映像が見えますよね。これで言うと白線が見えて、そして後ろにちょこんと白い車止めが見えていると思います。ハンドルをまっすぐにしてバックした場合、このボディラインの先に映っているものにまっすぐ進んでいくという特性が車にはあるんです。ですのでハンドルをまっすぐした場合に限るんですけれども、ボディラインの延長線上に見えているものは自分のバックしていく未来が見えるとも言い換えることができるわけです。今後何度となく出てくる法則ですので絶対に覚えておいてください。では皆さんの駐車がどうしてうまくいかないかを考えていきましょう。皆さんの駐車がうまくいかない理由、それは駐車を開始する時の車の向きがいつもバラバラだからなんですね。ある時はこんな形で駐車を始めてみたり、次の日はこんな場所からスタートしたりで、バックを開始する場所が一定ではないので駐車結果も一定ではなくなってしまう。要するに失敗してしまうわけです。ですから毎回駐車の成功しやすい場所、先ほどの特性を利用した車のボディラインが入れたい駐車場に向いている場所、ここに車を持ってくれば駐車の成功率はぐんと上がるわけです。あとはこの位置に車をどうやって持ってくるかだけ分かればいいわけですよね。それを今から解説していきましょう。左上は左サイドミラー、右上は右サイドミラー、左下が真上から撮った俯瞰の図、ぼんやり見えているのがこの理想的な駐車開始の位置、そして右下が私のハンドルさばきの動画です。まずは入れたい駐車場にできる限り近づいてまっすぐ進入していきます。できる限り近づく理由はこの後の駐車が近づけば近づくほどより楽になるからなんですね。この辺はまた別動画で解説したいと思います。右下の画像を見てください。入れたい駐車場の真ん中あたりに自分自身が差し掛かったらハンドルを左に切っていきます。車を振っていくんですね。この車を振るときに後ろから車が来ないか歩行者がいないかを確認したら見るべき場所はただ一つ、右サイドミラーです。この画像で言うと右上です。自分のボディラインの延長線上に入れたい駐車場の線の先端が来ることを確認しながら前に進んでいきます。だんだんとこの白線の先端が近づいてきました。これが入れたい駐車場の線なんですね。自分のボディラインの延長線とこの入れたい駐車線の先端に若干の距離を残しながら空間を残した状態で止まります。これ以前の動画では一致するまで前に進んで車を振りましょうというお話をしていたんですけれども、若干隙間を残した方が駐車に自由度が増しますので、今回からはボディラインと白線の先端に若干の隙間を残して止まるというふうに変更します。この駐車の開始の位置はどんなに上達してもサイドミラーの感覚で覚えておかなければいけないものですので、この画像の様子、ボディラインと白線の関係を頭に叩き込んでください。そして左下の画像を見てください。先ほど理想的と言っていたゴーストの位置にこの車を持っていくことができました。このように入れたい駐車場に近づいて進入する、入れたい駐車場の真ん中に来たらハンドルを切って車を振っていく、
サイドミラーを見て自分の入れたい駐車線とボディラインが近づいてきたら止まる。これだけで理想的な駐車のスタート位置に車を持ってくることができるわけです。さあ、ここまで来たらあとは簡単です。そうです。この状況でハンドルをまっすぐにしてバックをすると、この入れたい駐車線の先端付近に車のお尻が進んでいくということになります。ハンドルをまっすぐにしてバックをしていきます。ただこの動画の車アルファードで小回りが全然効かないので、ハンドルをまっすぐにしてバックする過程はすぐに終わりで、ハンドルを右に切って車を旋回させているんですね。じゃないと入らないんですよ。あまりにも小回りが効かなすぎて。コンパクトカーや軽自動車に乗ってる方はハンドルをまっすぐにしてバックをするという過程を入れていただいて、ハンドルを切って車を旋回させていくということです。今回は右バック、右側に車を入れるので、ハンドルを切る方向は右です。右に切りながらバックをしていきます。そして左下の画像を見てください。入れたい駐車線の先端、この先端を右の後輪で軽く踏みながら入っていくんです。車が入りかけたら今度は左右のサイドミラーを見ながら位置を微調整します。上の2つのサイドミラーの様子を見てください。自分のボディラインが左右映ってますよね。そして白線が見えてきたと思います。このサイドミラーを見てみると、若干左側のサイドミラーと白線の隙間が広いですよね。ということは右側にこの車は寄ってバック駐車しているということになるんですね。ですのでハンドルを右に切っていたものを軽く左に緩めて、左に車の位置を微調整していきます。そしてボディラインと白線が平行になった段階が車がまっすぐになったというサインですので、ハンドルをまっすぐにしてバックして駐車は完了ということになります。この位置の微調整はまた別動画で解説しますので、まずはこのサイドミラーを使いながら入れるというのを練習してみてください。さあ、今回の動画は前が広いという前提で駐車をやってみました。次回は前が狭くてフルスペースがそんなにないよという場合を解説していきたいと思います。その後は隣に車がいる状況ですとか、いろいろなパターンを想定しながら解説を加えていきたいと思います。